And ladies and gentlemen, we have exited that tunnel, so for those of you who feel that you have to, you make your way to the center of the car down the stairs to the train. We'll be pulling up here in front of the station here momentarily. Please be mindful, be careful coming down the steps. Steps down off the train. This is the final stop, Amtrak's westbound train number 8, Empire Builder. Thank you for riding. We'll see you again soon. エンパイアビルダーがついにシアトルに到着しました。これがキングスストリート駅ですね。綺麗ですね、この駅も。いや、これでシカゴからシアトル3550キロですね。45時間の、船旅じゃないや、列車の旅が終わりました。イーストグレイシャーを2時間遅れで出たんですけれども、まさかって言ったらあれですけれども、2時間遅れて出た割には、10時25分着の予定で本当に10時25分に着きました。いや、すごいですね。意外と帳尻をしっかりと合わせてきました。ルーメンフィールド、マリナーズの本拠地かな。あんな名前でしたっけ。それにしても、ニューヨークまで行ってたのがつい1週間前だとは思いませんが、中西部最大の都市のシカゴからついに、アメリカ北西部の最大都市であるシアトルまで来ました。アメリカ一周もロスから始まって、何日目だ。もう31日目ですね。31日目にして、ついに、太平洋まで戻ってきました。大西洋まで行ってから太平洋まで戻ってきまして、アメリカ大陸を往復した形になります。いやー、一体何をやってるんでしょうか、いい年に。いやー、こういうのは学生時代にやっとくべきですねと思いつつも、最高に楽しんでやってます。でも、お金を節約すればもっと安くなるのかもしれないですけど、もうすでに100万円以上使ってますからね。学生だとそんなに簡単にはこういう旅行はできなかった。ボールパークになってますね。でかいな。さて、僕の今回の駅は違うか。本当は駅から、5、6分のところに今回の宿を取りました。コート宿バイマリオットシアトルダウンタウンですね。ダウンタウンシアトルかな。あちら側のダウンタウンの方です。いや、やっぱシアトルだからコーヒーなんですかね。いや、コート宿バイマリオットダウンタウンシアトルに着きました。結構これがいいなと思って、立派なデスクがちゃんとあるんですよね。すごいいい感じです。
嬉しい。いやー、場所的にも、やっぱダウンタウンって書いてあるだけあって、結構中心地に近くて、とてもいい感じです。電子レンジもあるし、いいですね。あとなんかやっぱさっき思ったのがコートヤードバイマリオットは、ここも$200しないぐらいなんですね、1泊が。なのに、ちゃんとゲストラウンドリーとかもついてて、長旅するにはやっぱりコートヤードバイマリオットを連続して取るのがすごいいいなと思いました。いやー、さて、今ですね、11時前。いやー、なんか、軽く名物でも食べに行ってきます。お疲れ様です。というわけで、トラックのうんちゃんがこんなことやってくれました。アメリカ一周も31日目になりまして、エンパイアビルダー号を乗り終えて、シカゴからシアトルまで参りました。先ほどコートヤードでパーッとシャワー浴びて、今ちょっと12時前ぐらいですね。なんか飯でも食おうかなと思って。一番有名な、観光地ですね。パークプレイスマーケットだっけな。パークマーケットプレイス、どっちだ。パイクプレイスマーケットでした。パイクプレイスマーケットに来てます。電車に乗ってる間、ウィキペディア見てたんですけど、ここはアメリカで現存するマーケットとしては最高のものだそうでして、いつできたのっていうと1907年にマーケットができてからまだ残ってることで、今115周年目ってことですかね。すごい有名なマーケットだそうです。なんか第二次世界大戦が起こるまでは日系人の人たちが一番多かったそうで、そういう意味でも日本人とはすごい馴染みが深い場所だそうです。なんでもなんかマーケットの3分の2ぐらいが、日系の人だったそうですね。もちろん反日民法でみんな、追い出されてしまって、それ以降はそんなことはないんでしょうけれども、非常に日系人と関わりが深いという話を聞きました。うまそうなピザだな。いや、ピザはうまそうなんですけど、やっと港まで来たからには魚を食わないとですね。シーフードが食いたいな。あれ、こっち出ちゃうとマーケットじゃなくなってくるのか。余談ですけど、私は父が港町の出身なんで、よく魚を食べる家なので、港町に来るとどうしても魚が食べたくなっちゃうんですよね。結構有名なお店がいくつもあるはずで、しかもなおかつスタバの1号店もここだっていうので、あれですね、なんか築地みたいな感じですね。吉野家の1号店は、築地ですみたいな、市場の中にありますみたいな、なんかそんな感じなのかなと思います。いやー、しかしどこがメインなんだろう。あそこの左前の方にパブリックマーケットって看板がありますけれども、つまりこの中があれなのかな、市場なのかな。築地で言えばこっちが市場の外でこっちが市場の中なのかもしれないですね。と言ってももう築地っていうもの自体なくなっちゃったから、市場がないから知らない人には何言ってるかよく分かんないですよね。築地市場の中と外ってあって、市場の中にもレストランはあるし、物を買う場所はあるんですね。で、築地の外が主な観光地になっていて、みんな
そこに寿司屋や、海鮮丼屋がいっぱいあるって形なんですけど、本当にマーケットなんだね。普通にマーケットですね。本当に物が買われてる。普通ローフロアとかあるんだ。下もちゃんと店がありそうですね。へえ。さあ、どこで何を食えばいいか全然わかりませんか。バーベキューか。確かにアメリカ各地でバーベキュー食い比べてみるみたいな楽しいですよね。いやー、でも港町に来たら僕は魚を食わないといても立ってもいられない気持ちになってしまいます。モンクフィッシュ、そんな名前なんですね。革製品とか持ってますね。辻にも青果市場というのがあって、野菜とか果物の売り場があったりしたんですけど、ここもなんか魚だけじゃないってことなんでしょうか。ここはやってないのか。こっちは下に降りると食べ物じゃなくて物品なんですね。物品からなんか中野ブロードウェイみたいな雰囲気がちょっとありますね、なんとなく。でもここもまだ食品じゃないんだね。本当にマーケットですね。まだ下があるんだ。この下がそうです。でももう下はさらに飯じゃない。これは古本屋ですね。絵画とか売ってあったり、なんかちょっとマニアックそうなものもいっぱい置いてあったりと、本当になんか中野ブロードウェイみたいな趣がちょっとありますね。フェブリック、繊維。なるほど。いや、まあでもとりあえず昨日の夕方以降何も食べてないので、僕はまず何かランチ、日本のものが売ってある。お皿コミサリー、シアトルサムライ。なるほど。西海岸まで戻ってきたわけですから、もともとの日系移民もいっぱいいたはずの地域ですよね、ここは。ちょっと前、もう5、6年前に妻夫木さんが主演で、確かバンクーバーの、野球の話とかあったと思いますし、映画ですかね、あれは。あとシアトルとかタコマは日本人がいっぱい移動したところで有名ですもんね。何でもいいからとりあえずあれだな、名物みたいなのを食べたいですね。なんかないのかな。しかしさっき見てたら、ここのバイクプレイスチャウダーっていうのが一番
日本人の中でも有名な場所らしいので来てしまいました。何が有名なんだろう。とりあえずここで食べてみようと。というわけでスモークサーモンのチャウダーって頼んでみちゃいました。なんか面白いのにスプーンがちゃんと個包装されてまして、めっちゃ気を使ってんだなって。で14ドルぐらいですよね。これスモールミディアムラージっていうサイズがある。これはミディアムです。またこのなんかビスケットとかある感じですね。じゃあいただきます。美味しい。ちょっと濃いめの濃厚な感じのチーズですね。スモークサーモン切り身が入ってるのかと思ったらそういうのが入ってるわけじゃなくて、もうなんか溶け込んでる感じの味ですね。これは冬にめちゃくちゃ合う感じですね。美味しい。逆に夏だともうちょっとあっさりした方がいいんだろう。よくわかんないですけど、このオイスタークラッカー美味しいですね。常に何かトマトとかかぼちゃなのかな、結構野菜が溶け込んでてついつい野菜取らないんで旅行中ってやっぱ本当に美味しく感じます。結構食べたつもりなんですけど、ちょっとミドルサイズ大きいかな。美味しい。ちょっと食べ歩くんだったらスモールサイズの方がいいかもしれないですね。でもなんか名物のクラムチャウダー食べてとても良かったです。カニやトマトが入ってるのかな。やっぱかぼちゃ入ってますね。いや、腹ごなしもあったんでちょっとブラブラ歩いてみますけど、昔はここが中心地だったんですかね。なんか僕の今の後ろ側の方向にマーケットが伸びてったのかなっていう感じがします。こうやって見るとシアトルっていうのは坂の町なんですね。港に向かって海に向かって坂がどんどんなんか下っていくのはなんとなく長崎とか尾道みたいな、なんかそんな印象を受けますね。これ何なんだろう。2丁ワールドクラスゲーム。こっちじゃない。ああ、なんかすごいサンドイッチだ。具材が豊富でしたね。
なんかあ、これか。スターバックスの1号店ってこれですね。スターバックスの1号店並びまくってんじゃんって感じですね。なるほど、そういうことか。観光地ですね。これもだってスターバックス入る行列ですよね。しかもここのスターバックスはなんかコーヒーが飲めるんじゃなくてお土産屋さんらしいですね。もはやメモリアルグッズを買うための場所になっているそうです。そういや学生時代友達がここでマグカップを買って持ってきてくれたのを思い出しました。確かあれなんですよね。最初のロゴは緑じゃなくて茶色なんですよね。先ほどありましたけど。こっちはもう太平洋ですね。シアトルは湾内の都市なので、これはつながってはいるけれども、このまま太平洋という中に入ってる湾って感じですけど、いや本当にアメリカを本当にアメリカを横断して、さらに横断してきたなという感じがします。つまりは往復したってことですね。また海が拝めるとはという感じです。ワイルドサーモン、こういうのもいいかな。先ほどのクラムチャウダーは美味しかったし、チーズがふんだんだったんで、カロリーはありそうですが、お腹はまだ空いております。クラブケーキとか多分こっちの名物なんでしょうね。カニはいっぱい取れるはず。でもさっきから食材はカニとサーモンが多いですね。こっちの方に来るともうさすがにマーケットは終わりという感じですかね。なんだあれ、バーすごい。日本語を真似た感じですね。でも確かにシアトルに降り立ってからアジア人に会う頻度がぐんと上がりました。ナイアガラやシカゴ、あと当然イーストグレイシャーなんかはアジア人がほとんどいないです。いないというか会わなかったんですけど、やっぱシアトルはもともとのアジア人がすごい多そうですね。観光に来る場合も来やすいですもんね。時間が短いから。どうしようかな。もうちょっと回ってみます。こういう中の道もやっぱお店がありますね。ちなみに今気温は14度と、昨日のグレーシャーから10度ぐらい上がってはいるんですけど、このマーケットのあたりは風が強くて少し寒いですね。14度にしては寒い感じがします。
か雰囲気が良さそうだなと。今ネットで Google マップ見たら評価が高かった場所がここにあったんで入ってみたいと思います。このピンクドアすごい良かったですね。入りづらいんでなかなか分かりづらいですけど、めちゃくちゃ良かったです。結構人がいっぱいで、そのテラス側に行けなかったんですけど、テラス側はこのなんか2階みたいなところから港をバーンって見れるんで、めちゃくちゃいい感じの場所でしたね。すごい良かった。風通しも気持ちよくて、なんか昼から酒飲むにも最適な場所って感じで良かったです。パスタも美味しかったな。なんかやっぱりシーフード系のパスタ食べるとき、白なら、ボンゴレで、赤ならペスカトーレが一番一般的だと思いますけど、ペスカトーレなかったんでボンゴレ食べたんですけど、いや量も多くてめちゃくちゃ美味しかったですね。すごい、いや良かったです。僕は好きですね。おすすめです。さて、特に何もやることを決めてないので、これからシアトルの公園の展望台の方まで歩いてだらだら行ってみようと思います。スペースニードルっていうやつですね。ここから歩いて10分ぐらいだそうです。すごいです。動画撮っていいって言われたんですけど、シアトル NFT ミュージアムなんてありますね。すごいライトコインの現物みたいなのがあります。各コイン、なるほど。NFT だから動くことができるんですね。すごいな。やっぱりこういうのを見るとシアトルはテクノロジーの街なんだなって考えさせられますね。シアトルはアマゾン、マイクロソフトとかそういうテクノロジーの会社の本社があるところです。面白いね。僕も NFT 自体は持ってるんですけど、すごい安いものとか。しかし、こういうなんか、別にミュージアムって言ってもそんな大した規模じゃないですけど、入るの15ドル取られたんですけど、でもそれで取ってこうやって古典のように見せてるっていうものがあるんですね。写真撮っても動画撮っても何でもいいよぜひみたいな感じだったんで、今撮らせてもらってます。こういうのって意外とこういうのがいっぱいあるんですかね。今回アメリカ各都市いろいろ歩き回りましたけど、初めて見かけましたね。デジタルアートフォークライメットコーテシーオブロジャーハウス。色がどんどん変わるんですね。すごい。これはポルカドットだ。ジェーンが違うからって本質に特に変わりはないと思いますが、面白いな。こんなものを展示してるっていうのが面白いですね。しかも金取って、これなんかは動いてるな。イーサリアムですね。イセロクロノス、よくわかんないですけど、
世の中のアートっていうのは将来的にこういう風にディスプレイの奥にあるものにとって変わっていくんでしょうかね。ちなみに今この旅してる5月現在仮想通貨市場は、数年ぶりの大暴落を引き起こしている最中です僕は仮想通貨とかクリプトブロックチェーンっていうのはとても肯定的な人間なんで全く何の心配もしてないですけれども、ガンダムみたいですね、ちょっと角みたいな。あ、イザナミって書いたのか。イザナミって書いてありますね。日本の神をなるほど。だからガンダムっぽいですね。だけどちょっと後ろの輪っかはちょっと仏教っぽいですからね。イザナミだったら神道だろうと思いますけど、これは僕好きですね、こういうのは。トルコの僕と同い年ですごいな。ネイチャードリームスラストメモリ。いや結構なるほど、辛いコンセプトですね。これはいいですね。いくらぐらいなのか書いてないから本当も言えない。あ、でもこれ URL を読み込めば OPC とか飛ぶのかな。NFT ゲートで、やっぱ売ってんだ。オークションか。3277、違う、32万7000、32万ドルか。33万ドルですね、これは。円でとってもう終わってるんだもんな。33万ドルか。今4500万ぐらいってことですね、この NFT。なるほど。高いな。逆にこれはいくらぐらいなのかな。これは2万ドルで、でもリスティングされてるだけで、まだ終わってないんだ。今の市況だと、ちょっときついかもしれないですね。でもこれ、もちろんただの馬が 1.5 億円で売れたなんて、そんなバブルがあったばっかりですので、何もおかしくはないんですけど、考えられます、させられますね、やっぱりね。これまだ終わってないのか。300万ぐらいからリスティング。なるほど。ニードルスペースという観光名所にやってきました。高層タワーができるまではこれが一番でっかい展望台も兼ねてたそうです。なんかちょっと全然違うんですけど、形だけ見ると大阪の通天閣を思い出させるような感じですね。あそこの太い幹に日立って書いてあってもおかしくないんじゃないかみたいな、そんな感じがちょっとします。なんか古さも絶妙な古さですね。あんま新しくもないし古すぎるわけでもないし、本当に通天閣みたいな感じですね。通天閣と違って辺りはなんかとても整備された公園みたいなので後で歩いてみますが、とりあえずチケット買って中に入ってみます。
歴史が書いてありますね。1961年から建設が始まったそうです。だから61年ものっていうことですね。時代は違いますけど、ちょっとなんか作りというか、人の命が軽そうなところがエンパイアステートビルに似てますね。まあでも一応安全帯はつけてんのか。すごい。いやー、ブーフこんなとこで腹いっぱい食べて、ちょっと眠気とかが来て足滑らしたり感動ですね。万博に合わせて作ったってことですね、これは。As well as a cafe. Head down the base staircase, you'll find the loop with the glass door. Oh, 外出れるんだ。すごい景色ですね。やっぱ湾内だし、向こうに島々がいっぱいあるから、ちょっとあんま適してないですけど、黒目の瀬戸内海みたいな逃げ方もし、おー、ちょっと怖いなこれ。あ、なるほど、ガラスがあっちに向かって。なるほど。苦手なんですね、こういうの。うわシアトルの北側は住宅地が広がっていて、高層住宅はあまりないですね。あ、すごい、あそこ建物の上が雲ペイントがされてますね。面白いです。これも5、60年前の万博の時のものだったりするんでしょうか。あそこは体育館かなんかな。あそこにボート置き場がいっぱいありますね。ボート置き場がいっぱいあるじゃなくて、ボートがいっぱいありますね。今シアトル万博をウィキペディアで見てるんですけど、1962年4月から10月半年間行われたシアトル万博。もうこれもそのタイミングで建てられてますし、多分5、60年前に建てられてるんじゃないかなみたいな建物、古さの建物は大体において万博に合わせてるんでしょうね。あっちの方になんか立派な建物があるけど、ここに座れってことですよね。で、さらにこれ4日かかれってことですよね。ちょっとやだな。
いや、面白いんでしょうけど、趣味が悪いというふうに僕は捉えてしまいますね。ああ、座っているよ。やっぱりそういうアメリカ人のマインドっていうのはチャレンジングですね。向こうに見えるのが僕が今回越えてきたロッキー山脈ですかね。そうですね、あちらにずっとつながる山々、これが今回僕の越えてきた、ロッキー山脈ですね。あの山脈の向こう側の方はグレーシャー国立公園、昨日自分が泊まっていたところですね。シアトルもこちらのダウンタウン側はとても栄えてますね。近未来だな。建物が非常に新しいし、いいですね。もうこれで一周しちゃうぐらいなのか。こっち側にさっき自分が昼食食べたパークレスマーケットがあります。そしてこちらがずっと湾の向こう越えれば太平洋ですね。いやー、海が綺麗ですね。天気がいいんで高いところまで登っても風が気持ちいいです。この間からめっちゃ風が通ってくるんですけど気持ちいいですね。さて、何周もしてたらちょっとバカみたいなので戻ります。すごいです。こう回ってますよ。出口がここで、そのために上から降りなきゃいけないんですけど、いやまあそりゃ安全なんでしょうけど、こういうのが苦手なんですよね。安全であるか否かの問題ですよね。こういうのが好きであるか否かっていうのは。思わずこの鉄骨の上に乗ってしまいますけど、これは怖いな。でもこっち側には座らないでも書いてますね。いやそういう問題じゃないですね。ちょっと僕は怖いです。ゾクゾクしますよ、こういうの。ゾクゾクって悪い意味でゾクゾクしますね。怖すぎですね。ここにレストランが並んでるわけですね。ザ・ループ、東京交通会館みたいなもんですね。でも綺麗だな。みんな思い思いにいろんな格好で撮ってます。もう一周した。これでエレベーター乗ってこの建物から出ようと思います。
あっちがシアトルの街の中心部ですね。街の中心部から10分ぐらい離れたところ、こっちの方に、スターバックスの、ロースターリザーブ、高級ライン、あれの1号店がここにあります。スターバックス自体シアトルが発祥なわけで、この高級店自体もここが発祥の地となっているそうなんで、ちょっと入ってみたいなと思います。これ入れないんだ。やっぱ中目黒と似てますね。中目黒が似てるんでしょうけど、これ入ればいいのかな。すごいですね。パンとか美味しそうですし、あっちの方豆を1点ですよね。これなんかコーヒー豆まで行ってて、すごいいい香りがします。さすがロサ、めちゃくちゃいい感じの空間ですね。で、僕はこの比較できる、3フライトっていうやつを頼んでみました。これがブレンドで、これがブラジルで、これがコスタリカで、全部エスプレッソですね。で、これが普通の水で、こちら炭酸水、違いを味わいながら飲むってことで、ちょっとやってみたいなと思います。基本的にブレンドはこれがベストだと思って作ってるから、多分すごい美味しいんでしょうけど、確かに香りが違います。これデカフェなんだ。デカフェです。美味しいな。酸味の効いた苦味ですね。言い方によっちゃちょっと酸っぱさが結構強いです。割と酸っぱい。これは苦めの酸っぱさがあります。ちょっと渋い。これブラジルです。ちょっと渋めで苦いですね。なんか裏書いてあるの？でも渋いと思ったらスムース&スイート with notes of、 スムースでスイートって書いてありますね。そうなの？これが一番シンプル。やっぱブレンドが一番シンプルです。ちなみにこのブラジルはマリエ・ナカオ・佐々木っていう日系ブラジル人の方が向こうでブラジルで作ってる、ブラジルの農園で作ってる豆みたいな。面白い。ちょっと苦い。ストレートで一番癖がない。やっぱりなんでしょう、苦味も強くないし酸味も強くないです。これはカラーデイシーブレンド。
2022のヴィンテージって書いてあります。もう南米とアフリカの豆ですね。見た目はもうほとんど全然変わんないから、これシャッフルされたらもはやどれがどれだか分かんないですね。お茶屋さんでバイトしてたことがあるんで、お茶とかコーヒーは好きなんです。これは面白いですね。このセットで13ドルです。まあ1500、600円ぐらいの感覚ですかね。まあ今の為替だと2000円ぐらいになっちゃいますけど。ちなみに僕は普通の水で口直しをしようと思って水を入れてたんですよ。そしたら店員さんから炭酸水を勧められまして、炭酸水フリーなんですね。普通お金払うとこうと思いますけど、でも確かにエスプレッソが全部濃いから、まあ、エスプレッソは当たり前なんですけど、これは炭酸水の方が舌をきれいに洗い流してくれる感じになります。渋い。濃いですね。温かくするとコーヒー豆全部特色が出やすいんですけど、ちょっと冷たくしても飲んでみたかったですね。エスプレッソじゃなくて。まあそんなことしてたらもうカフェイン摂取しすぎですけど、やっぱ僕はブレンドが一番好きかな。一番癖がないです、ブレンドは。シンプルで飲みやすいです。まあでも1号店来れてよかったですね。なんかとってもいい雰囲気で素晴らしいですね。なんかそんなに観光客もいないですね。スタバの1号店はめちゃくちゃ観光客だらけで並んでましたけど、ここはそんなことなくリアルにあそこで売春してるし、まあ、仲間にもありますけど、ちゃんとバーもあるし、非常に面白い空間になっています。一旦これでホテルに戻ります。歩き疲れました。いや、夕飯食べようと思ってブラブラしてるんですけど、もう夜8時過ぎたら結構早くて店閉まっちゃってて、シーフードの店入ってみようかなと。いや、このオールウォーターっていうお店で軽く夜ご飯食べてました。美味しかった。ローカルのオイスター、地元産のオイスターなんですけど、こっちのオイスターってすごい小ぶりなんですね。なんか日本の宮城とか青森とか東北のオイスターって大きいから、アメリカのオイスターもそんな感じかなと思ったらすごい小ぶりで、2種類用意してもらったんですけど、両方とも小さめだったんでびっくりしました。その分まあぎゅっとやっぱ詰まってたんですごい美味しかったです。いやー、でもやっぱアメリカは高いっすね今本当に。オイスターを最初6個頼んで美味しかったから8個ってか計8個おかわりしちゃって食べて、でモッツァレラチーズが入ったサラダを頼んで、
白ワイン1本頼んだら80ドルですからね。もう1万円になっちゃうんで。いやー、まあしょうがないですね。まあこんな時だからあんまりグダグダ言わず楽しみますけれども、でも美味しかったな。というわけでシアトルに着きまして、アメリカの一周の旅も31日目が終わりました。明日も1日シアトルをぶらーっと回って、あさってにはサンフランシスコに向けて、朝から出たいと思っております。本当にシアトルは坂の町で、あそこはもう海っていう感じですね。ちょっとロスだから海まで見ていこうかな。シアトルは北西部で一番の大きな都市ではありますが、やっぱりなんかもうほとんど歩いて回れるぐらい街の規模は小さいですね。ある意味港町で古くからあるからなのかもしれませんけど、車じゃないと回れないみたいな、なんかそんな感じの街の作りをしていることはあんまり感じられないです。観光には、だから適してるって言えるかもしれないですね。で、さっきもブラブラしてて思ったんですけれども、店終わるのが早いなと思いまして、マーケットの方が終わるのが早いのは仕方ないんですけど、6時ぐらいでディナーも時間も終わっちゃうし、結構このダウンタウンのあたりも、8時までが多くてですね、結構早いなって、ディナー8時までなんだって感じですけど、で僕がさっき来た店とかはちょっと遅くまでやってるんですけど、でも22時までとかそんな感じですね。でもっと22時までやってるとか24時までやってるとかになるともうバーしかないみたいな感じになっちゃうんで、ちょっと東京の感覚で夜ご飯食べようとか思うと、選択肢がないというか、もう夜ご飯食べられるような店が開いてないみたいなことになりかねないかもしれないです。なんだかんだ言って、やっぱりニューヨークとか東京とか、大阪もそうですけど、やっぱちょっと特殊なんでしょうね。結構シアトルは健康的な街だなという感じをします。なんとなく盛り場みたいのもあんまり見かけられないですしね。なんかライトアップしてますね。こっちの海沿いの観覧車、あそこら辺はちょっと明日ぶらーっと行ってみたいと思ってます。もう暗いから海も見えないですね。でもここがもう海になってます。なんか客船みたいなのが止まってますね。じゃあ31日目はこれで終わりということで、ありがとうございました。失礼します。